2番乗り場に列車が参ります。危ないですから、黄色い点字ブロックまでお下がりください。
エクスプレス銀河京都行きです。次は玉造温泉に停まります。お出口は右側です。お客様に宍道湖のご案内をいたします。まもなく左側に見えてまいります湖は宍道湖です。周りがおよそ 45km、 日本で7番目の大きさです。淡水と海水の入り混じった汽水湖で、スズキ、ウナギ、シラウオなど魚種豊富な湖です。その中でもシジミは日本の夕日100選および日本百景に選ばれています。夕日が沈む美しい瞬間は見る人の心を魅了します。宍道湖のご案内でした。列車はしばらく宍道湖に沿って
ス銀河京都行きです。次は安来です。お待たせいたしました。ウエストエクスプレス銀河ドアの横のボタン
王の宿場町として栄えた町です。根宇の郊外に鴨持神社がございます。鴨持神社は金持ち神社と書き、その縁起のいい名前から金運を祈願する多くの参拝者でにぎわっています。お守りや黄色いハンカチ、扇子などの開運グッズも人気です。また根宇周辺はおしどりの越冬地でもあります。おしどりは鳥取県の鳥県庁に指定されています。根宇のご案内でした。まもなく根宇に着きます。お出口は左側です。ちょうどいただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうも。いらっしゃいませ。お願いいたします。お立ちのお客様、ご注意ください。
舞とひな人形の着物の生地を使用したくるみボタン作り体験を行っております。本日はなにわ社中による備中神楽おろじ退治の披露も行っております。皆様ぜひお降りいただき、備中高橋駅でのおもてなしをお楽しみください。ホームから階段、エレベーターをご利用いただき、改札口を出て左側のお引き換え場所にてお渡しいたします。ください。ありがとうございます。高橋市長の石田でございます。本日はご紹介られてまた高橋市長お越しくださいまして大変ありがとうございます。備中松山踊り、伝統芸能備中神楽舞。高橋市が誇ります。そして岡山県を代表する郷土芸能、国指定重要無形民族文化財、備中神楽、これをご披露していただきます。本日はなにわ社の皆さんです。皆さん大きな拍手でよろしくお願いします。
しますと4号車以外の車内照明を少し暗くいたします。お席を離れる際、またお休みの際は貴重品の管理に十分にお気をつけください。この放送をもちまして神戸駅到着前まで放送でのご案内は一旦中断させていただきます。ゆっくりお休みください。
皆様おはようございます。今日は5月29日木曜日、ただいまの時刻は5時30分頃です。列車は現在兵庫県に入っております。兵庫県、大阪府、京都府の天気をご案内いたします。兵庫県、大阪府は最高気温は21度、京都府は最高気温22度となっております。世界に誇れる橋です。歩いて渡りますとおよそ1時間程度かかります。1998年、平成10年に開通し、淡路島、四国方面へのアクセスが大変便利になりました。夜間のライトアップ時は時刻や季節により照明の色彩が変わり、とても綺麗です。新川は間もなく異国情緒あふれる港町神戸に参ります。皆様に銀河の旅を最後までお楽しみいただけますよう、大阪車掌区の車掌メンバーで特製のチケットホルダーを作成いたしました。4号車フリースペースに置いておりますので、ご自由にお取りください。11日に神戸駅大阪駅間で鉄道が開業してから昨年で150周年を迎えました。また2025年4月13日から開催されている大阪・関西万博でも盛り上がり、さらに発展していく神戸・大阪の街にご期待ください。
利用し、関西空港方面の特急はるか号と和歌山白浜方面の特急黒潮号が新たに停車し、大阪東線が大阪駅まで延長されるなどより便利になりました。大阪に到着をいたします。
まもなく終点の京都に到着いたします。お忘れ物、落とし物のないようお気をつけください。ユーストエクスプレス銀河の旅をお楽しみいただけましたでしょうか。終点の京都に到着いたします。ドアの横の物のないようお降りください。この電車は回送です。ドアの本日はウエストエクスプレス銀河号をご利用いただきましてありがとうございました。ワンポート